こんにちは、たけチャンネルです。今回はですね、モデルファクトリーヒロ MFH の12分の1マツダ 787B の制作の続きやっていこうと思います。はい。で、今回は、前回の動画で、カーボンデカールまで貼り終わったボディですね。ボディとシャシの、パーツに、デカールを貼っていく作業をやっていこうと思います。はい。で、今回のこの MFH のキットは、特徴的なチャージカラーの塗り分け、ひし形というかね、マス目型の、色分けですね。あれも全部デカールっていう形になってるんで、その辺を全部駆使しながら、再現していこうと思いますので、よろしければ最後までご覧ください。というわけで、やっていきましょう。はい、そしたら今回はデカールをね、順々に貼っていこうと思います。で、ちょっとねこのキットを以前に作った方からアドバイスをいただいたんですけど、このチャージカラーのデカール、チャージカラーのデカールは全部色分けは全部デカールなんですよね、このキットで。そのデカールがあまり具合がよろしくなかったらしくて、その方の作った時は具合が良くなかったらしくて、デカールを貼った上にラッカークリアを吹いたらデカールがなんか溶けちゃったのか何なのか分かんないですけど、その黒いところとシルバーのところがなんか虫食いみたいになんか穴が開いたみたいな感じになったらしいんですよね。はい、なんで、これはねデカール使わずに塗装でやった方がいいですよっていう風にアドバイスをいただいたんですけども、YouTuber 的には、じゃあデカール貼ろうかっていう話で、とりあえずいっぺんデカールを貼ってみて、で、どうなるかっていうのを、ちょっとやってみようと思います。で、もしなった場合どういう風にリカバリーするのかっていうのも含めてちょっとやっていこうかなと思うので、今回はね全部キットのデカールを使ってあえてね、やっていこうと思います。はい、というわけでね順番にね貼っていきましょう。で何枚かね貼ったんですよ。何枚か貼ったんですけど、デカール自体はそんなに貼りにくくはないんですけど、そのチャージカラーってこうチェックみたいな感じでいろんな柄がこうつながってるんですよね。なので、結構シビアです、貼るのが。なんでその辺をねかなり注意しながら貼っていかないとあかんなっていう感じなんで、気をつけて貼っていきます。でこれもここにねこうくるわけですけど、微妙にここのはみ出させ具合っていうのが違うんですよ。でこれね、ここ一部貼ってあるんですけど、なんでここ貼ったかっていうと、こうやって貼っといてあげないとここのラインが分かんないんですよでこっちは今貼ってないんですけど、こっちの基準さえ分かればそれに合わせて左右取ってあげればいいので、これで位置を合わせてあげる。だからねちょっと全体的にはみ出させる感じなんですよね。ちょっとはみ出させて縁を折り込むっていう感じの貼り付け方になってくるので、こうやってね合わせて貼っていく。よいしょ。で水分を平筆とかで抜いてあげる。でみんないつも言うんですけどね、MFH のデカール硬いんですよ。硬いので、こういうね折り返すところ、
こう縁はみ出させて折り返すところとかなかなか折り返せないので、そういうところはもうマークソフターを使って、マークソフターとヒートガンですねを使ってやっていくって感じ。さすがにマークソフターを使うと柔らかくなってくれるので、ただまあマークソフターでやるより僕的にはねヒートガンの方がねやりやすかったりするんですけどね。でちょっとマークソフターが染み込むまでの間に他の部分の位置を決めちゃう。こっちもねはみ出るんですよね。これでいいのかな。でね、さっき塗り分けでやった方がいいって話をしたじゃないですか。で塗り分けでやると、このキットの場合デカールがね足りなくなるんですよ。っていうのはこの白い点線、この白い点線がもうこいつに印刷されてるんですよね。この塗り分けのパターンの上にもうすでに印刷されてしまってるので、この黒、緑、シルバーを塗装で塗り分けするとこの破線がなくなっちゃうんですよ。この破線がなくなっちゃうんで MFH からその破線だけっていうデカールが出てるんですよね。なのでそれを買って、でそれを必要な長さにカットして貼り付けていくっていう必要が出てくるんですよね。はい、聞いてるだけで結構難儀そうな感じなんですけど、そういうのが必要になるんで、とりあえず今回は普通にデカールでまずいってみようと思います。で、これ以上なじませきれないところはヒートガン使ってやっていきます。大体のねデカールはねヒートガン使ってあげればなんとかなります。ただまあ僕はね個人的にはこの MFH のデカールはそんなに嫌いではないので、僕どっちかというと硬いデカールの方が好きなんで、柔らかいデカールはねもう割れるんでね好きじゃないんですよ僕は。なんでちょっと硬いめのデカールをこうヒートガンでね柔らかくしながら貼っていくっていう感じの方が僕は好きですね。その辺は好き好みもあると思いますけどね。
カーボンデカールの動画の時にも言いましたけど、デカール貼りはとにかく焦らずじっくりとやっていけば大体なんとかなる。こんな感じですね。こんな感じで貼ってあげます。そしたらね、これをひたすらね順番に貼っていきます。で、一旦、この塗り分けのデカール、スポンサーロゴとかがスポンサーロゴ以外のデカールですね、それを全部貼り切ったら一回そこでクリア拭いちゃおうと思います。そのね、アドバイスくれはった人が言ってたラッカークリアで溶けるっていうのが怖いので、スポンサーデカール貼る前であれば、まあ塗装上から塗装するなりなんなりしてリカバリーできるので、一旦このまんま全部、塗り分けのデカールを貼って、クリアを拭いてあげます。はい、そしたらですね、デカール、この塗り分けのデカールですね、このチャージカラーの塗り分けのデカールが、塗り分けじゃないな、色分けのデカールが全部貼り終わったんで、上に一発ラッカークリアを拭いてきました。で、こんな感じ。まあ、一発しか拭いてないんでね、表面そこまで整ってるわけではないんですけど、とりあえずこんな感じ。で、こっちもね、こんな感じで拭いてきました。で、まあ序盤に最初の方に言ったこのデカールがラッカークリアにやられておかしなことになったっていう風なアドバイスをいただいてたんですけど、まあ、僕が使ったラッカークリア、まあ、今回僕はボーンペイントのフルグロスクリアを使ってるんですけど、フルグロスクリアを使った場合なんともなかったですね。特にこの黒とシルバーのところがおかしくなったって言ってあったんですけど、黒のところもシルバーのところも全く問題なく、ラッカークリアを拭いてコートができました。でまあこの時点でこんだけコートができたんで、おそらくこの後本ちゃんというかスポンサーデカールを全部貼ってもう一回ラッカークリア拭くんですけど、そのラッカークリアもおそらく問題ないと思います。このまま進めちゃって。なので、このまま次はスポンサーデカールの貼り付けに行こうと思います。はい。でまあちょっとね特徴的なこのノーズのやつからいきましょうね。ここのダクトの前のところにもうみんなおなじみのデカールが入るわけです。ドーンとレナウンがここに入るわけですね。でここねほんとサイズがギリギリなんですよ、このレナウンのロゴなんで、ここのギリギリのところに位置を合わせる。でこのダクトの上面にこのスポンサーロゴの上面を合わせるのが多分ちょうどいいっぽいので、ここで位置を合わせてで密着させていくと。ちょっとずれた。ほんとギリギリやなこれ。
なんかねMFH のホームページ見ても MFH のホームページにデカールの貼り方っていうのを解説してるページがあるんですよ。そこのページを見ても 787B だけちょっとね扱いが特殊なんですよね。 787B のデカールだけ他のやつは全部80度から100度ぐらいの熱湯につけてデカールを浮かせてください、浮かせてあげるといいですよって書いてあるんですけど、 787B のデカールにはそれをしないでくださいって書いてあるんですよね。なんでなんかちょっとね他のデカールとこのデカールとでその印刷が違ったりとかなんか理由があるんかもしんないんですけど、まあでも今んとこ普通に貼れてるっぽいので、まあよっぽどのことをしなければ大丈夫なんじゃないかなとは思います。わかんないですけどね。この僕のやり方でうまくいってるだけで他の人のやり方だとなんかトラブルが起きたりっていうことはあるかもしんないんで何とも言えないところですけど、今んとこ大丈夫。こんな感じでねデカールを貼ってたる。こんな感じ、こんな感じでスポンサーデカールをね他大量にありますんで、スポンサーデカールこんだけありますんでこれをね順番にせっせと貼っていきましょう。はい、そしたらですね、デカールが全部貼り終わりました。こんな感じ。ドアとかね、この辺はこのドアをまたいで貼るデカールがあったりするので、その辺ね、貼った後乾かしてから慎重にカットして、なじませるっていう感じで貼ってあります。この辺とかはもともと分割されてるので、位置だけ合わせて貼ってあげれば OK っていう感じなんで、こんな感じで貼ってあります。はい。であとフロントカウルとかもこんな感じですね。こういう感じで、僕これタミヤのやつの頭でいたんでちょっと勘違いをしてたんですけど、ここのね緑のヘッドライトカバーの周りの縁の部分の緑の部分、これ僕ヘッドライトカバーの外側に貼るもんと思ってたんですよ。外側に貼るもんと思ってたんですけど、これはねヘッドライトカバーの下でしたね。実写の写真を見るとヘッドライトカバー自体はもう真っ透明っていうことなんで、ここに貼り直してあります。はい。でこんな感じですね。はい。で後ろの、エンジンカウルもこんな感じでゼカールを全て貼り付けてあります。こんな感じ。はい。まあとりあえずねここまでは、特に大きな問題もなく、全部貼れたかなっていう感じですね。はい。で、ちょっとした余談なんですけど、このフロントのここのゼッケン、あと、このサイドのドアのこのレナウンの O のこの中の部分、ここの部分で、レプリカ仕様か本物かっていうのを結構みんな見分けるポイントになるんですよ。で、本物仕様は、ここのゼッケンの部分が結構白が大きくかぶってるんですよね。このミラーの足のところに。なので結構こっちに食い込んだ形になってるっていうのと、あとこの確か左ドアだったと思うんですけど、左ドアのこのレナウンの O の中、ここ柄がねクロスしてる部分になるんですけど、これレプリカ仕様の場合はここもね点線が入ってるんですよね。
なんですけど、本物はここ点線が入らないっていう風になってるんで、もし、レプリカ仕様、要はタミヤの本社に飾ってるやつですね。タミヤの本社に飾ってある仕様にするんだったら、あまりでね、予備で白線、点線のデカール入ってるんで、ここに点線の線を入れてあげるのと、あとこのゼッケンの貼る場所をちょっと調整してあげるっていう感じでしてあげると、タミヤの本社にある仕様にすることもできます。まあそれにする人はいないと思いますけどね。はい、そんな感じです。あとリアウィングもね、こんな感じでチャージのデカール、かなりでかいデカールなんでね、あれですけど、こうやって貼り付けてあります。あと、忘れないうちにこの辺のね、この辺のデカールとかも貼り付けてあります。はい、なので今回はとりあえずここまでにしておいて、これでしっかりと乾燥させてあげたら、一回保護用のラッカークリアを拭いて、その後上からウレタンクリアを拭いていこうと思います。でウレタンクリア拭いて、ウレタンクリアの研ぎ出しとかが全部終わってから、このカーボンの部分に、水性の艶消し、反光沢のクリアを拭こうかなっていうふうに思ってるので、ちょっとその辺ね、段取りよくやっていこうと思います。なぜね、とにかくこいつを仕上げてあげないと、この子を仕上げてあげないとフロントのサスペンションが組めないんですよ。ここにフロントサスペンションがつくので、なのでなるべく早くね、こっちをね仕上げてしまいたいんですけど、仕上げようと思ったらもう全部やってしまわないとダメになるんで、ちょっとね頑張ってペースを上げてやっていこうと思いますので、また続きが見たいと思っていただける方はですね、下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録よろしくお願いいたします。あと横のベルマークから、通知オンにしてもらうと最新の更新情報など見ていただけますので、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。